らんからくて。今日は楽しみにしてた。うぽぽい。台風明けで天気が微妙だけど、これから晴れる予報。うぽぽいってなんぞ。2020年7月にできた先住民族アイヌの多彩な文化に触れながら子供から大人まで楽しめる国立施設。いざないの回廊木々や動物が描かれた回廊はまるで森の中にいるような感覚になり、自然と共に暮らしてきたアイヌの文化を感じることができるの。楽しみながらウポポイの中へ進めるわね。チケット売り場、広いわね。お邪魔します。国立アイヌ民族博物館。北海道の有名なお土産のウポポイバージョンがおしゃれ。黄金の種類の一つでもあるアイヌ民族に伝わる竹製の楽器、ムックリ、主に女性用の独奏楽器。トーレッポン。トーレク、アイヌ語で大葉ゆり。年頃の小さな大葉ゆりの女の子、なんぞ。アイヌ模様のおしゃれなものがたくさんあるわ。この建物にはいろいろ入ってる施設だから、また後で来るわ。イカラウシ、口語。アイヌ工芸のさまざまな技法について実演と展示を見学できるの。制作風景を観覧することができ、実演者との対話もできるわよ。気軽に声かけにくいわよ。アイヌ民族の誇りが尊重される社会を目指し、多くの人にアイヌの歴史や文化を伝え、アイヌ文化を未来につなげていくために設立されたの。展示はアイヌ民族の視点で私たちという切り口で語る構成になっているわ。アイヌという言葉は人間などを意味するアイヌ語。アイヌの服にはいろいろ種類があるわ。魚の皮を使ったもの、獣の皮を使ったもの、樹皮や草を使ったもの。交易などで手に入れた木綿の古着、古切れ、反物などを材料にしたもの。私は木綿がいいわ。アイヌは自然を生かすのが本当に得意なのね。まだ天気が良くないわね。何かしら。トーレッポン。いるよいるよ、ここにいるよ的な合図。いた。ミッキーに会えたばりのハイテンション。取り巻きもいるのね、さすがだわ。テータカネアンコタン、伝統的コタン。知性、家屋、文が再現され、アイヌの伝統的な生活空間を体感できるエリア。民族衣装を試着して写真撮影をすることもできるの。チセは周辺の山林から得られる自然木を素材とした簡素な木造建築。アイヌの人たちは食べ物や飲み水が得やすく、災害に遭わないような川や海沿いの場所を選んで家を建てて村を作ったの。人々は村長を中心にコタンの周りにある山や川、海の決まった場所で狩りや漁、植物採集をしながら生活していたわ。チセの周りには物干し、食料庫、便所などの生活に必要な建物や、神様に祈りを捧げる祭壇、熊などを飼育する檻などが建っていたの。チセと周りの建物は同じ地方であればどこも同じような配置をしていたらしいわ。内部は外から見るよりずっと広いわ。屋根も高くて外見とは全然違って、これは住めるわね。いろりの周りで家族が食事や仕事をしたり、語り合ったり、
生活の中心となるわ。炉の上には干した鮭や稲きび、オントゥレプアカム、オオバユリの根で作った保存食などが吊り下げてある。コロトコ。雰囲気抜群のところにウポポイできたわよね。チキサニ、ミンタラ、チキサニ広場。伝統的な衣装や踊りで歓迎するおもてなしの広場。アイヌ古式舞踊やムックリ、黄金の演奏などの伝統芸能を少しお届け。どうだったかしら。トーレッポンケース。やつはどこかしら。いた。愛想いいじゃないの。本のミニシールもらっちゃったわ。不覚にも嬉しいじゃないの。本と一緒に撮影できますよ。ニコニコ。断ったわ。国立アイヌ民族博物館に戻ってきた。細かいところまでアイヌ語で翻訳してあるの。探してみて。おしゃれなエスカレーターで2階に行くわよ。この博物館は2階が展示場になってるけど、人数制限があるから予約して。ネット予約も可能だけど、1階で直接予約もできる。嵐の後のなんちゃら、とっても天気が良くなった。ウキウキ。同じ人は思えないわね。展示場は、動画は禁止、写真は OK。言葉、世界、暮らし、歴史、仕事、交流の6つのテーマをアイヌ民族の視点で紹介。特別展示室では、アイヌ文化、先住民族文化についての調査、研究の成果等を紹介してる。この日は、キッチンカーフェスティバル的なものをやっていたの。敷地が広いからいろいろなイベントで使用しているのね。時間と天気と風景と、なんだか抜群だわ。ずっとウポポイにいると不思議な気分になるの。ウェルカム観光客ね。海外の人からは、アイヌってどんな風に見えてるのか気になるわ。せっかく天気も良くなったから外の風景を見てもらいたい。公園内ではアイヌ文化と関わりのある40種類以上の樹木と身近な草花を見ることができるの。アイヌは植物を採取し家や生活用具、細具から食や薬など多岐にわたり生活に役立ててきたわ。
植物を通じて自然と共にあるアイヌのかつての暮らしを五感で感じられるようになってるの。マジでやばい。エモいわね。夜のウポポイもやばいの。屋外プロジェクションマッピングショーカムイシンフォニア4月29日から10月31日までダイナミックなプロジェクションマッピングショーで上演。映像、音、光り輝くオブジェや樹木が連動したユニークな演出。どうなってるのウポポイ。ちょっと語るわよ。13世紀頃北海道は和人に蝦夷地と呼ばれ、渡島半島の南部に本州から移り住んだ和人がアイヌ民族と交易を始めたの。そのうち和人は自分たちの都合のいいように交易するようになったわ。アイヌ民族の不満が高まり、コシャマインの戦い1457年、釈迦院の戦い1669年が起こったの。18世紀になり、交易が和人の商人に任されると、商人は儲けるため、アイヌ民族に漁をさせたり、遠くまでに新業などに行かせるようになり、アイヌ民族の生活は大きな影響を受けたわ。天然痘という病気が本州から持ち込まれたために、多くのアイヌ民族が亡くなったの。明治時代、1868年になると、政府は蝦夷地を北海道として日本の一部にしたのよ。名前も和人風に変えさせられたり、入れ墨などの風習も禁止された。学校では日本語が教えられ、アイヌ語を話せる人も少なくなったわ。北海道って歴史短いのよ。そろそろエンディングって感じ。ウエランカラプ、ミンタラ、歓迎の広場。飲食や買い物をするところ、急激に人減ったわ。カロリー摂取して帰るわ。シャーベット的なグレープソフト。普通。私、トーレッポン、マジで待ってる。今一番欲しいものは知名度と人気です。したっけ？またね。